可愛がるのよくないですよ。やめてますよね。そういう人の方が今活躍してんなみたいな思うんですよ。へー。活躍してる率は多い。なるべく特別扱いしないことですよ。こんにちは。このチャンネルでは現代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容を話しています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、お願いします。ということで、今日のご相談がですね、過去にですね、この社員だけは絶対に辞めてほしくないな、みたいな、そういう社員さんが離職をしてしまったケースとかって過去にあったりしたのかなっていうと、ちょっと素朴な疑問なんですけど。やめてますよ、結構。辞めてますか？はい。辞めていくとしたら、その辞めていく社員に対してどういうアプローチを取ってたのかなっていうところもちょっと聞きたいんですよ。可愛がるのよくないですよ。本当ですか？特別扱いとかダメですね。そうですね。特別扱いはわかるんですけど、可愛がらない方がいいんですか？結果論僕は今そう思ってますよね。それはなぜですか？いろいろありますけど、はい。別に可愛がるっていうか、あんまりひいきとか目をかけすぎるのは良くないっていう感じですかね。期待しすぎない。期待しすぎない。だからとは言ってもやっぱ人間だから期待しちゃうんですけど、はなるべく期待しない。だからここから矛盾するんですけど、はい。言い方を変えたら期待はしてます。みんなに。うん。でも過度な特別な期待はしない。だからうちの会社見てても、昔こいつ仕事できるなとか、はい。大事だから目をかけたりとか、なんかの時にすごい頻繁にコミュニケーション取るとか、あった人は大体やめてて、反対に言い方悪いんですけど、こいつ大丈夫かなとか、活躍できるかなとかって普通に入ってきて、普通に別に特別扱いも全く何もせずみたいな最初ですよ。そういう人の方が今活躍してんなみたいな思うんですよ。活躍してる率は多い。例えばじゃあそれもプロ野球に例えると、ドラフト1位が必ず活躍してますかっていう説。一つは調子乗っちゃうんですよ、多分。なるほどね。だからあんま努力を多分しないのか、努力する方向が結構間違っちゃう人がいて、あとはやっぱり本人もそう思ってないし、自然な流れなんですけど、なんかあると逆に社長に言えるとか、相談できるとかって、これあんま良くないですね。なるほど。そうなんだ。だから例えば、実例でいくと、会社が小さい時に距離が割と近かったですと。で僕がその人を直接いろいろやり取りをして、会社が大きくなると、逆に僕があんまりコミュニケーション取れなくなる、物理的にも、って感じになると、もう僕以外は使えないみたいな。うまく動かすことができないとか、俺はやっぱり特別だからみたいな、言わないけど、思っちゃうんですよね。俺は社長と仲いいし。なるほど。で、大体社長が目にかける人とかって、優秀だから、その能力はね。だからやっぱり能力がある人、表彰されたりとか、数字で結果残したりすると、やりきった感が出ちゃうとか、上が見えてきちゃうと、やっぱちょっとテンション下がってくるとか、いろんな要因がありますけど、結論だから期待すぎよくない。だから今期待してない。期待してない。語弊がありますけど、社員みんなに期待してますよ。期待はしてるけどしてないです。なるほどね。やめてほしくない社員をつなぎ止める方法って言われても、なるべく特別扱いしないことですよ。じゃあやめちゃうじゃんって言うかもしれないですけど、やってもやめますよ。今度逆に言うと、行き過ぎると、おつぼね化することもありますよね。おつぼね化。要は優秀だから社長が目をかけてます。やめてほしくありません。そうするとやっぱり変な自信になるわけですよ。それでちょっとなんかやっても OK なもんだから、割とフォローしてくれたりとかしちゃうもんだから、ちょっとやっぱ図に乗ってきますよね。そっか。本人はそのつもりなくても、周りからもそう見られちゃうし、なってくると逆にそこがね、ボトルネックになる可能性もあるんですよ、組織に。いいことないんですよ。なるほど。絶対やめてほしくないんだお前はとかっていうのは、それもらった言葉は本人嬉しいと思いますし、モチベにはなると思うんですけど、それって超短期的モチベーションなんですよ。今度それ言い続けないといけないんですよね。なるほど。あんまり良くないです。目の前だけですね。だからそのモチベーションで頑張る人っていうのはちょっと微妙じゃないですか。そうですね。社長からお前大事だよって言われない、続けてるから頑張れるみたいな。確かに。わかるんですよ。本人からしたら嬉しいのわかるんですよ。なんだけど、そのモチベーションは本当は仕事を頑張るモチベーションとしては正しくないんですよ。
極論言ったら別に誰からどう思われようと、はい、自分はこの目的目標のために頑張った仕事をするんだっていうのが一番いいですよね。その上でその結果を見て称賛してくれるのはいいけど、ちょっとやっぱずれていっちゃうんですよね。そっか。なんかでもアップルさんよりも小さい規模の会社とかだと、社長との距離が近いじゃないですか。どうしても僕なんかそうですけど、社長に気に入られようとしに行く節もあるし、社長に気に入られたら勝ちだなみたいなちょっと思ってる部分もあるんで、社員からしたら別にそれはいいんじゃないですか。あ、いいですか。それをね、第三者から言うと社長にだけはそういい顔してとか言われがちですけど、僕からするとそれもある意味一種の能力なんですよね。なるほど。だから社長としてはある意味一種の能力だと思って、それで動かしやすいんだったら、結果出せるんだったら別にいいじゃないですか。社長としてはシンプルに評価はちゃんと公平にやればいいだけですよ。気に入ってるからちょっと甘くしようとかダメなだけで、別にそいつが成果出したんだったら純粋に評価すればいい話だし、平等性とか公平性とかを担保することを忘れなければ、別にそれも能力だからいいんじゃないですかと。どうなんですか、実際無意識にこいつ好きだなとかやめてほしくないなみたいな社員さんに対してはちょっと他の人とは接し方の温度差というか、そういうのって本当にもうフラットですか？いやまあそれはだから人間なんでね、やっぱいろいろ見てて、思いますよ。思いますけどあんまり表に出さないですね。これも社内でよく言うんですけど、褒めるのが大事とか、よく言うじゃないですか。でも褒めて伸ばすは初級レベルの話なだけですよ。子供ですよって。だって子供ってそれこそ何か覚えて、パパママ見てこれができるようになったの、おすごいじゃんっつってどんどん興味を新しいことを示したり、その物事にのめり込んでいったり、これは褒めることってめちゃめちゃ大事だと思うんですよね。なんだけど大人になってからある程度のレベル知識教養を得てから褒め出してると、大体調子乗るかいわゆるだからメンヘラ気質みたいになりがちですよね。そうなんですか。だって褒められるためにやるってそもそも違うじゃないですか。そうですね。褒められるためにやるとか、やったのに褒めてくれないとか、やったかやってないかで褒めてくれないかで動くんですよ。毎日かっこいいねかっこいいねかっこいいねって言われたら嘘くさく思ってますね。毎日もし言われてたらですよ、うさんくさくなってきますよね、絶対。そのかっこいいとかかわいいに対して効果が薄れてきますよね。確かに刺さらなくなりますもんね。逆に言わなくなったらあれみたいになっちゃうんですか。こんな現象でなってきちゃうと思うんですよ。大事なことってそんなに頻繁に言うことじゃないじゃないですか。普段は存在はもちろん認めてるけれども、褒めるっていうよりかは存在を認めてあげることを継続してずっとやってなきゃいけなくて、本当に褒める時とかは本当にちゃんとすごい結果を出した時とか、本当にいいことをした時とか取っとかないと。なるほど。言葉の重みもね、やっぱ変わってきますもんね。モン社長はそんなスタンスですか、今じゃ。褒めたりはあまりしない？僕は昔からそうですね、褒めるのは苦手ですね。逆に自分がなんか毎回褒められるのは嫌なんですよね。それこそさっきの話ですけど、何気ない方がいいですよ。何気ない方が。毎回言われてたら、本当そう思ってんのかなとか、なんかみんなに言ってんじゃないかなとか、やっぱ思うし、だから別に褒められてもこっちの大変も困るんですよ、僕もね。なるほどなるほど。じゃあ基本的にはもう辞めてほしくない社員に対してつなぎ止める有効な方法とか別にないよと。だから辞めてほしくないっていうことを分解すると、社長がこの社員辞めてほしくないなって思う理由って、人間性とか能力とか全部ひっくるめて、会社にとってプラスっていうことがほとんどじゃないですか。だから会社にとっていることがプラスなんだったら、そういう結果を出してたりとか、そういう行動をしてたりとかだと思うんですよね。それをシンプルにちゃんと評価するとか、認めてあげるとか、こういうことをしておけば別にそれでいいと思うんですよ。わざわざ社長がとか辞めてほしくないからって何か特別にするとか、っていうことはあんまやんない方がいいと思いますけどね。結果辞めちゃうんで。ずっともうおっしゃってますもんね。だからつなぎ止めたいと思うんであれば、そういうふうに思える社員は何かしらの原因があるはずだから、ちゃんとそれを評価とか、称賛してあげられる仕組みを作ることが僕の中では最も有効な方法。なるほど。
じゃないかな。そしたら僕にとか社長に依存しないので、はいはい。そっちの方が続くんじゃないかなっていう結論ですよね。なるほど。ありがとうございます。大体みんな、はい、辞めてほしくないみたいな質問が出るときって、はい、質問というかそういう話になるときって、やっぱりそういう社員が辞めようかなみたいな話が出たときなんですよね。遅いよと。本来は。はい。だから普段からやっぱりちょっとそういう社員に関しては、はい、先ほど言った仕組みで、ちゃんと称賛したり、評価したりできなきゃいけないと思うんですよ。それをだから考えとかなきゃいけないこと。もう本当ダメな例は、給料を上げるとか、一生懸命話を聞いて頑張るとか、その瞬間からですよ。はい、特別扱い、例えば、希望の部署に移動させてあげるとか、要は要望を聞いちゃうんですね。これやっぱダメなんですよ。不利になりそうですね。だからもう主導権がその社員に行くじゃないですか。確かに優秀だからしょうがないと思うかもしれないですけど、これが後々モンスター化する可能性があるんですよ。図に乗りそうだな。辞めるっつってなんかいろいろ喋ったら、いろいろ問題があって給料上げるってなったと。はい、今まで40万だったのに45万にするみたいな話になった時に、要は自分は大切にされているってその一瞬嬉しいんですけど、はい、逆を言うと自分は大切に思われてるからいろいろ話を聞いてくれるんだと。じゃあ給料を上げてほしい時にはまたちょっとやめようかなって言ってみようかなって本能的にやっぱこう、そうですよね、出ちゃう時がありますし、俺は社長に気に入られてるとか俺も必要としてるから俺が辞めたら困るでしょみたいな、ちょこちょこ増大していくわけですよ。そうなってくるとやっぱりその本人はその悪いやつじゃなくても、本能的にそういう感じになっていっちゃうんですよね。立ち振る舞いもちょっと悪く言えば横柄になったりとか、そうすると今度組織の中でちょっとガン化する可能性があるんですよ。確かに。結果そうなりすぎてズバっていく人が多いんですよね。もう手に負えなくてズバっていくか、手に負えなくてそこの部署だけ特別とかね。そうするとまた周りから不満が来たりとか。確かに。結局自分でそういう人を育てちゃったみたいなんですよ。いい例はあったんですか？給料上げたりとか、ちょっとこう提案が受けてそれを飲み込んだがゆえに。そういうことやったやつは結局辞めてますよね。結局辞めてますか？過去ありますよ、うちもね。どうしても辞めてほしくないから、ちょっと給料交渉乗ってあげたりとか、どうしても辞めてほしくないから、ちょっと特別に移動させたりとか、あの手この手いろいろやりましたけど、あの手この手やった人ほど辞めてますよね。そうなんですね。結果ね。例えばあと3ヶ月だけどどうしても働かせたいとか、働いてもらいたいとか、短期間だけ本当にそういう事情があるんだったらいいと思うんですけど、長期的に見たらあんま良くないですね。まあだからとにかく辞めるって言ってから基本的に何をするかみたいなのばっかりだから、もうその状態では無手ですね。無手だ。だからそう、つなぎ止めるっていうそういう言葉も出る前に、続けてもらうためにどういう仕組みとかを事前にやっぱりこうセッティングしておくかみたいな話だし、なるほど。会社自体もやっぱもっと言うと、僕もいつも言うように一時的な能力が高い人よりも続けてくれた人の方が会社にリターンでかいわけだから、結果として続けてくれて結果出したから優秀だったっていう話の方が適切ですよね。具体的な仕組み作りっていうのは、アップルさんの場合だとどういった仕組みを整備したんですか？評価、報酬、そういうところ。評価って本来は相互理解必要だと思うんですね。会社があなたをこうやって評価してますよというところと、自分をこう評価してますよというところ。本人だとしたら、会社は自分のことをこういう評価してくれてる、こういう評価なんだって理解すること。そして会社側も、この人は自分のやったことに対して、自分のことをこうやって評価してるんだってまず理解。でもやっぱり会社が評価せざるを得ないものだから、ちゃんとそのギャップを埋めていく。大体ここにギャップがあるんで、そういう面談の仕組みだったりとか、定期的なそのスケジュールだったりとか、それをまた報酬に反映できるものだったりとか、あとはやっぱりその称賛の仕組みですよね。例えばその人がいいことをやった、いい成果を出したっていう時に、会社全体、例えばじゃあわざわざ社長が行かなくても、みんなの中でやっぱりこうちゃんと称賛される仕組みだったりとか、それは例えばなんかこうその人の業績仕様がすごいオープンで、そういうのをみんなでこう称賛できる文化作りとか、社長が期待しなくてもみんなが勝手に期待してるとかでもいいわけですよ。なるほどね。そういう
仕組みを整えるべきですね、まず。そうですね。はい。ありがとうございます。辞めてほしくない社員をつなぎ止める方法とは、過度なことはしないことですよね。辞めてほしくないと思う原因があるはずなんで、そこをちゃんと評価、称賛してあげられるような仕組みを作るということが、最も長い目線で見たときに有効な方法だと思います。ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントは大変励みになっております。この動画が気に入ったらぜひ、いいねやコメントをお願いいたします。